私には霊感がありません。ですから、幽霊の姿を見たことはないし、声を聞いたこともありません。それでも、ものすごく怖い思いをたった一度だけ、中学生の時に体験しました。その話を聞いていただきたいと思います。14歳の頃、父を亡くした私は、母の実家に引っ越すことになりました。母方の祖父はとうに亡くなっていたので、祖母、母、私と女3人だけの暮らしとなります。私は親が死んだショックから立ち直れないまま、新しい環境に早急に馴染まなくてはいけませんでした。不安はあったのですが、私の身の上に同情してか、転校先の旧友も優しく接してくれました。特に翔子という女の子は、転校してきたばかりの私に大変親切にしてくれ、教科書を見せてくれたり、話し相手になってくれたりしました。彼女と親友になった私は、自然に周囲に心を開いてゆき、2ヶ月も経つ頃には、みんなでふざけ合ったり、楽しく笑い合ったりもできるようになりました。さて、そのクラスには、ふみという可愛らしい女の子がいました。私は彼女になんとなく心惹かれていました。もちろん変な意味ではなく、女の子が見ても可愛いなと思えるような小柄で華奢な感じの子だったので、同性として好意を持っていたのです。私はちょっとジグロで背も高いので、今考えると多少の羨望もおそらくあったのだと思います。好かれようとしていると効果はあるもので、席替えで同じ班になったことからだんだん話すようになり、彼女が母子家庭であることが分かって余計に親しくするようになりました。もっともフミの場合は死に別れたのではなくて、父親が別の女性と逃げたとか、そういうことだったように聞きました。彼女も女だけで生活しているということを知った時、この子と友達になってよかったなと心底思いました。ただそれも彼女の家に遊びに行くまでの短い間でしたが、その日、私がなぜフミの家を訪ねることになったのか、私は覚えていません。ずいぶん昔の話だからというのもありますが、それよりも彼女の家で見たものがあまりに強い印象を残したので、そういった些細なことがあやふやになっているのでしょう。その時は翔子もいました。それまでも翔子はフミのことをあまり好いておらず、私が彼女と仲良くすることを好ましくは思っていないようでした。それなのになんで彼女がついてきたのか、私には思い出せません。しかしとにかく、学校の帰り、家が全然別の方向なのにもかかわらず、私と翔子は何かの用事でフミの家に寄ったのでした。彼女の家は正直古さの目立つ平屋で、木造の壁板は反り返り、庭はほとんどなく、民家との間が50センチもないような狭苦しい場所にありました。私はちょっと驚きましたが、おばあちゃんの家も年季は入っていますし、家計が苦しいのはしょうがないだろうと思って、自分を恥ずかしく思いました。お母ふみが呼ぶと、少しシワは目立つものの、奥からにこやかな顔をした綺麗なおばさんが出てきて、私と翔子に、こちらが恐縮するほどの深々としたお辞儀をしました。洗濯物を取り込んでいたらしく、手にタオルや下着を下げていました。さん、お飲み物持って行ってあげる。随分と楽しそうにいるのは、家に遊びに来る娘の友達が少ないからかもしれないと、私は思いました。実際にフミも、家にはあんまり人は呼ばない。と言ってましたから。もしフミの部屋があんまり女の子らしくなくても驚くまいと、私は自分に命じました。そんなことで優越感を持ってしまうのは嫌だったからです。しかし、彼女の部屋の戸が開いた時、目に飛び込んできたのは予想もつかないものでした。フミが綺麗だということはお話ししましたが、その分やはりおしゃれには気を使っているということです。明るい色のカーテンが下がり、机の上にぬいぐるみが座っているなど、予想以上に女の子らしい部屋でした。
たった一点を除いては部屋の隅に立っていてこっちを見ていたもの。マネキン。それは間違いなく男のマネキンでした。その姿は今でも忘れられません。両手を曲げて縮めダブルの形にしてこちらをまっすぐ見つめているようでした。マネキンの例に漏れず顔はとても整っているのですが、その分だけその視線が余計生気のないうつろなものに見えました。マネキンは真っ赤なトレーナーを着て帽子をかぶっていました。不謹慎ですが、さっき見たおばさんが身につけていたものよりよほど上等なもののように思えました。これ、翔子と私は唖然として文を見ましたが、彼女は別段意外な風でもなく、マネキンに近寄ると帽子の角度をちょっと触って調節しました。その手つきを見ていて私は鳥肌が立ちました。かっこいいでしょ。文が言いましたが、なんだか抑揚のない口調でした。その大して嬉しそうでもない言い方が余計にぞっと感じました。ようこそいらっしゃい。と言いながらトレーにケーキと紅茶を乗せたおばさんが入ってきて空気が救われた感じになりました。私と同じく場を持て余していたのでしょう。翔子は手を伸ばしお皿を座卓の上に並べました。私も手伝おうとしたのですが、お皿が全部で4つありました。あれ、おばさんも食べるのかなと思い、ふと手が止まりました。その時、おばさんがケーキと紅茶のお皿を取ると、ニコニコと笑ったまま、ふみの机の上に置きました。そこはマネキンのすぐそばでした。とんでもないところに来たと私は思いました。服の中を自分ではっきりそれとわかる冷たい汗が流れ続け、止まりませんでした。ふみはじっとマネキンのそばに置かれた紅茶の方を凝視していました。こちらからは彼女の髪の毛しか見えません。しかし突然前を向いて何事もなかったかのようにフォークでケーキをつつき、お砂糖壺を私たちに回してきました。私はマネキンについて聞こうと思いました。彼女たちはあれを人間扱いしているようです。しかもケーキを出したり服を着せたりと上等な扱いようです。ですが、ふみもおばさんもマネキンに話しかけたりはしていません。彼女たちはあれを何だと思っているのだろうと考えました。マネキンの扱いでは断じてありません。しかし、完全に人だと思って思い込んでいるのだとしたら、彼とかあの人とか呼んで私たちに説明するとかしそうなものです。でもそうはしない。そのどっちとも取れない中途半端な感じがひどく私を不快にさせました。私がマネキンのことについて尋ねたら、ふみは何と答えるだろう。どういう返事が返ってきても、私は叫び出してしまいそうな予感がしました。どう考えても普通じゃない。何か話題を探しました。部屋の隅に鳥かごがありました。マネキンのこと以外なら何でもいい。普通の学校で見るような文を見さえすれば安心できるような気がしました。鳥、飼ってるの？いなくなっちゃった。そう、かわいそうね。いらなくなったから。まるで無機質な言い方でした。飼っていた鳥に対する愛着などみじんも感じられない。もう出たいと思いました。帰りたい帰りたい。ここはやばい。長くいたらおかしくなってしまう。その時、トイレどこかな？と翔子が立ち上がりました。廊下の向こう、外出てすぐ。とふみが答えると、翔子はそそくさと出て行ってしまいました。その時正直、私は彼女を呪いました。私はずっと下を向いたままでした。もう、たとえ何を話しても、ふみと意思の疎通は無理だろうということを確信していました。パタパタと足音がするまでとても長い時間が過ぎたように思いましたが、実際にはほんの数分だったでしょう。翔子が顔を出して、ごめん、帰ろう。と私に言いました。翔子の顔は青ざめていました。ふみの方には
絶対に目を向けようとしないのでした。そう、お帰りなさい。とふみは言いました。そのずれた言い方にそっとしそうでした。シャオコが私の手をぐいぐい引っ張って外に連れ出そうとします。私はそれでもまだ、形だけでもおばさんにおいとまを言っておくべきだと思っていました。顔を合わせる勇気はありませんでしたが、奥に声をかけようとしたのです。ふみの部屋の向こうにある襖が20センチほど開いていました。すいません、失礼します。よく声が出たものです。その時、隙間から手が伸びてきて、ピシャッと勢いよく襖が閉じられました。私たちは逃げるようにふみの家を出て行きました。帰り道、私たちは夢中で自転車を漕ぎ続けました。翔子は終始私の前を走り、1メートルでも遠くへ行きたいとでも言うかのように、何も喋らないまま自分たちのいつもの帰り道まで戻っていきました。やっと安心できると思える場所に着くと、私たちは飲み物を買って一心不乱に喉の渇きを癒しました。もう付き合うのはやめろ。と翔子が言いました。それは言われるまでもないことでした。あの家やばい。ふみもやばい。でもおばさんがおかしい。あれは完全に。おばさん？トイレに行った時のことを翔子は話しました。翔子がふみの部屋を出た時、隣の襖は開いていました。彼女は何気なしに通り過ぎようとして、その部屋の中を見てしまったそうです。マネキンの腕が畳の上に4本も5本もゴロゴロ転がっていたそうです。そして傍らで座布団に座ったおばさんがその腕の1本を狂ったように舐めていたのです。翔子は震えながら用を足し、帰りに恐る恐る襖の前を通りました。ちらっと目をやると、こちらをじっと凝視しているおばさんと目が合ってしまいました。つい宣告の笑顔はそのかけらもなくて、目が完全に座っています。マネキンの腕があったところには畳んだ洗濯物が積まれてありました。その中に男物のパンツが混じっていました。マネキンは。翔子はついそう言ってしまったと思ったのですが、おばさんは何も言わないまま翔子に向かってまたにっこりと笑顔を見せたのでした。彼女が慌てて私を連れ出したのはその直後のことでした。あまりにも不気味だったので、私たちはふみが喋ってこない限り話をしなくなりました。そしてだんだん疎遠になっていきました。この話をみんなに広めようかと考えたのですが、到底信じてくれるとは思えません。ふみと親しい子にこの話をしても、傍目からは私たちが彼女を孤立させようとしているとしか思われないに決まっています。特に翔子がふみとあまり仲が良くなかったことはみんな知っていますから、ふみの家に行ったという子にこっそり話を聞いてみました。でも一様におかしなものは見ていないと言います。だから余計に私たちに状況は不利だったのです。ただ一人だけ、これは男の子ですが、そういえば妙な体験をした。という子がいました。ふみの家に行ってベルを押したが誰も出てこない。あらかじめ連絡してあるはずなのに、と困ったが、とにかく待つことにした。もしかして奥にいて聞こえないのかと思って、戸に手をかけたらガラガラと開く。そこで彼は中を覗き込んだ。襖が開いていて、翔子が見た部屋かどうかはわかりません。部屋の様子が見えた。浴衣を着た男の背中が見えた。向こうに向いてあぐらをかいている。音声は聞こえないが、テレビでもついているのだろう。背中にブラウン管かららしい青い光が差して、時折点滅している。だが何度呼びかけても、男は振り返りもしないどころか、身動き一つしない。気味が悪くなったのでそのまま家に帰った。ふみの家に男はいないはずです。たとえ親戚やおばさんの知り合いであったところで、テレビに背中を向けてじっと何をしていたのでしょう。それとも男のパンツは彼のだったのでしょうか。もしかしてそれは
マネキンではないかと私は思いました。しかし、あぐらをかいているマネキンなど一体あるものでしょうか。もしあったとすれば、フミの部屋にあったのとは別のものだということになります。あの家にはもっと他に何体もマネキンがある？私はこれ以上考えるのはやめにしました。あれから14年が経ったので、今では少し冷静に振り返ることができます。私は時折、地元とは全く関係ないところでこの話をします。一体あれが何だったのかは、正直今でもわかりません。もしフミたちがあれを内緒にしておきたかったとして、仲の良かった私だけならまだしも、なぜ証拠にも見せたのか、どう考えても納得のいく答えが出ないように思うのです。そういえば、腕をダブルの形にしているマネキンも見たことがありません。それだと服を着せられないではないですか。しかしあの赤い服は、マネキンの体にぴったりと合っていました。まるで自分で着たとでもいう風に。これが私の体験のすべてです。